Get ready for Your dream home. Launch Episode. ラジオ部屋でも Navigator Hikaru Kana 目的を持って消えるためのプロが使う呪文を皆さん照明を全くつけなくても自然の光これができると一気にプロの考える方も多いかもしれませんがスマホどこまでも寄り添う皆さんこんにちは。建築の世界のハテナを発見に変える株式会社シラク公式 VTuber のはかるかなです。今日も来てくれてありがとう。さて皆さん、突然ですが建築における最強の魔法って何だと思いますか？実はそれ今日のテーマでもある光なんです。ただの電気でしょなんて思っていたらもったいないですよ。実はこの照明設計こそが空間の雰囲気を一瞬で変えてしまうものすごいパワーを秘めているんです。同じお部屋でも光の使い方一つでリラックスできるカフェになったり集中できる書斎になったりまるで別世界みたいに生まれ変わるんですよ。すごくないですか？今日はこの光の魔法の秘密を建築のプロの視点から誰にでも分かりやすく解き明かしていこうと思います。動画を見終わる頃にはきっとあなたもお家の照明を見直したくなっているはず。最後までしっかりついてきてくださいね。そもそも照明設計って何だろう？ではまず基本の木から。皆さん照明設計と聞くとどんなことをイメージしますか？難しく考える必要はありませんよ。すっごく簡単に言うとどこにどんな種類の光をどのくらいの明るさで配置するかを目的を持って計画することなんです。でもね、ここからがすごく大事なポイント。ただ闇雲に明るくすれば OK というわけでは決してないんです。正直に言いますね。建築の世界では明るさが正義とは限らないんですよ。ちょっと想像してみてください。記念日にすごく雰囲気のいいレストランを予約したとします。なのにもしそのお店の照明が学校の教室みたいな真っ白な蛍光灯でギラギラと照らされていたらどうでしょう？なんだかお料理も美味しくなさそうですし落ち着いた話もできませんよね。逆に夕焼けのような暖かい色の光がテーブルをふんわりと照らす間接照明だったらどうでしょう？きっとお料理はキラキラと輝いて見えて大切な人との会話も自然と弾むはずです。これこそが光の心理効果。光は私たちが意識しないうちに気持ちや行動まで作用してしまうくらい大きな影響力を持っているんです。光の魔法使いになるための3つの基本。じゃあその魔法を使いこなすためにまずはプロが必ず押さえている基本の3つの照明を覚えちゃいましょう。これを使い分けるだけでぐっと空間に深みが出ますからね。1つ目は全体照明。これはお部屋全体を均一にまんべんなく照らしてくれるいわばベースとなる光です。リビングの天井についているシーリングライトなどがこれにあたりますね。空間の基礎を作る縁の下の力持ちです。2つ目はタスク照明。タスクとは作業という意味です。つまり勉強する時のデスクライトやキッチンで手元を照らすライトのように何か特定の作業をする場所をピンポイントでしっかり明るくしてくれる照明のことです。まさに目的を果たすための専門家、スペシャリストですね。そして3つ目がアクセント照明。来ました。これぞ空間にドラマを生み出す魔法の光です。壁に光を当てて美しい影を作ったり、お気に入りの絵画をスポットライトで照らし出したり、主役をキリッと引き立てて空間に見て、ここが私のお気に入りという見せ場を作る名脇役なんです。そう、この3種類の照明をまるでオーケストラのようにバランスよく組み合わせてハーモニーを奏でること。これこそがおしゃれで居心地のいい空間を作るための一番の秘訣なんですよ。
プロの呪文その1、色温度を操ろう。さあ、ここからはより実践的になりますよ。光の魔法使いになるためのプロが使う呪文を皆さんだけにこっそり教えちゃいますね。まずは色温度、色温度です。温度って言葉がついていますが、熱いとか冷たいとかそういう意味じゃないんです。これは光の色のことを指す専門用語です。光の色って実はケルビンという単位で表されるんです。理科の授業で聞いたことあるかな？これは光の色のメーターみたいなもので、このケルビンの数字は小さいほどろうそくの炎みたいなオレンジ色の暖かい光になります。逆に数字は大きいほど晴れた日の空のような青白いクールな光になると覚えてください。でね、ここからが本当に面白いところなんですけど、私たちの体って実は時間帯によって心地よいと感じる光の色が無意識に変わるようにできているんです。朝目が覚める頃には爽やかな青白い光を浴びることで脳がよーし活動開始だってシャキッとする。そして夜眠る前には夕焼けのような暖かいオレンジ色の光を浴びることで、ふうお疲れ様って心と体がリラックスモードに切り替わる。これって自然界の太陽の光の移り変わりと全く同じリズムなんですよね。私たちの体には大昔から続く太陽との約束がちゃんと記憶されているんです。なんだかちょっとロマンチックじゃないですか？だからこの体のリズムに合わせて照明の色をコントロールしてあげることが快適な暮らしの鍵になるんです。プロの呪文その2、焦土と厄介な敵グレア。次に覚える呪文は焦土です。焦土ですね。これはシンプル。光が当たっている面の明るさを客観的に表す数値のことですね。単位はルクスが使われます。ニュースの天気予報とかで聞くこともあるかもしれませんね。JIS、つまり日本の工業規格では住宅のリビングなら150ルクス、勉強や読書をするなら500ルクス以上といったように活動に応じた推奨の照度が決められているんですよ。なんですが、またまた出ましたただしのコーナーです。ただ数字さえクリアすればよいという単純な話じゃないのが照明設計の難しいところであり面白いところ。照明設計において絶対に避けなければいけないとっても厄介な敵がいるんです。その名はグレア。皆さんにも経験があるはずです。夜車のヘッドライトが直接目に入ってうわー眩しいってなったり、太陽を直接見てしまって目がチカチカしたり、あの不快な眩しさのことをグレアと呼びます。せっかく十分な明るさを確保してもこのグレアがあると人は強いストレスを感じてしまうんです。これではただの光の嫌がらせですよね。だからこそプロは照明器具の配置や光がどの方向を向くかという光の向きをミリ単位でこだわって設計するんですよ。プロは照明を増やさないある住宅のすごい工夫。このチャンネルではこれからも建築やテクノロジーの面白い話を楽しく分かりやすく紹介していくよ。役に立った、面白かったって人は高評価とチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次回の動画で会おうね。はかるかなでした。バイバーイ。ご視聴ありがとうございました。少しでも気に入っていただけた方はぜひグッドボタン、チャンネル登録お願いします。